経験でした。そうですね、あとは介護施設の引っ越しなんかさっきもお伝えさせてもらった通り、結構僕らいただきます。で介護施設もピンキリですけど、大体これぐらいの間取りが多いです。備え付け家具があって、ベッドがあって、トイレ洗面があったら持っていける荷物結構少ないですよね。めちゃくちゃ少ないですよね。介護施設よう行きますけど、大概もうタンス1個2個の世界、しかも自分が持ち込みじゃなくて、備え付けもありますし、大体備え付けだったりすること多いですもんね。大体だからほんまに軽トラック1台分あれば十分終わるぐらいの荷物しか持っていけないですね。でこの方は作業終わった後すごいありがとうはいっぱいいただけたんですけど、僕はちょっと気になったのがね、この人女性なんですけど、その老人ホームに行く前日に僕呼んだんですよ。だから見積もりなしでってことですか？もう見積もりも作業も全部一緒に当日やってねみたいな感じでやって、でもう要は翌日にはもうホーム行かなあかんもんで、結構バタバタでしょ。で行ったら行ったで何も片付けてなかったんですよ。これ持っていくもんとか、これ処分するもんとか、仕分け何もできてない状態だってことですね。なのでやっぱ結構これ大変ですね。一日で結構すっきり生活されてるんですよ。すごい綺麗好きで綺麗に生活はされてたんですけど、そうですね、写真とかもそうですよね。ただやっぱりこれ置いときましょうかって、これ処分しましょうかってやりながら進めていくんですけど、それは時間かかりました。で必要なものだけホームに持っていっていらんものを全部処分っていうふうに流れたんですけど、僕が気になったのはやっぱりね、大事なものを捨ててしまってないかなっていう、急ぐがあまりに必要なものまで捨ててしまってないかなっていうことをやっぱ気になりました。なのでもしね老人ホームに行くんだよって決まってる人がいてたら、もっともっと手前でねこれは置いときましょうとか、でこれはずっと手元に持っておきたいねってものを先に決めといていただいて、で時間をかけてゆっくりと判断していただく方がいいんじゃないかなということを感じました。なるほど。そうですね。あんまりギリギリやってやってしまうと、そうですね。大事なものを捨ててしまう可能性がある。こんな施設に入居したいっていう方がいた場合はいきなり引っ越し屋さんに頼むというよりかは、例えばその整理してもらえるお片付けまず自分である程度した後、それこそ八木さんとこみたいな生前整理とかやってるところに頼んで、その後引っ越し屋さんみたいな流れですか？そうです。まずは整理仕分けせなあかんですね。いらない。でいらないものは僕ら処分するお手伝いしますから、一緒にやってくる。でいる分だけは引っ越し屋さんにお願いせなあかんですね。そうですよね。なのでまずは先に整理仕分けですね。まず自分で分けると。いるいらないっていう整理仕分けをしっかりしていただくといいかなと思います。でこれも今日決まって明日引っ越しってことはないと思うんですよ。やっぱりもっともっと手前で決まってる話だと思うんで、そうですね。やっぱりもうちょっと余裕を持って行動していただくといいんじゃないかなというふうに感じました。なるほど。やっぱりギリギリやっていいことって何もないですからね。ないですね。早めにということですね。じゃあ今日ちょっといろいろ今回の事例を聞かせてもらったんですけども、また今後も他にも事例が増えてきたらまたそういうのも共有していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。事例集おもろいかもしれない。事例集がね、なんかね僕